こんにちは、ケンです。今日は日本の季節とイベントについて話します。日本には4つの季節があります。春、夏、秋、冬です。そしてそれぞれの季節に特別な行事やイベントがあります。イベントを知っていると、その季節をもっと楽しめます。旅行や日本での時間の過ごし方もきっと変わってきます。では、どんなイベントがあるのかを見ていきましょう。まずは春です。春は3月から5月頃までです。冬の寒さが終わって少しずつ暖かくなります。花もたくさん咲きます。春といえば桜です。日本人は桜の花をとても大切にしています。4月頃、桜が咲くと、人々は公園へ行き、お花見をします。桜を見ながら、お弁当を食べたり、お酒を飲んだりします。3月3日はひな祭りです。女の子が大きくなることをお祝いする日で、家の中にはひな人形を飾ります。最近はひな祭りをする家は減りましたが、3月といえばひな祭りを思い出す人が多いです。3月は卒業式の季節でもあります。学生は学校を卒業し、先生や友達とお別れをします。少し寂しいですが、大切なイベントです。お別れの後の4月は、新しい生活のスタートです。日本中で入学式や入社式があります。多くの学校や会社が4月から始まります。5月にはゴールデンウィークという長い休みがあります。この時期はたくさんの人が旅行へ行ったり、実家へ帰ったりします。観光地や電車はとても混みます。春は寒い冬が終わり、ワクワクする季節です。次は夏です。夏はだいたい6月から8月です。暑い日が続きますが、楽しいイベントもたくさんあります。6月は梅雨です。梅雨は雨がたくさん降る時期のことです。毎日雨が続いて、ジメジメして暑い日が多くなります。梅雨が終わると、夏らしい暑い日が始まります。7月は七夕です。これは七夕と読みます。天の川という古い物語が七夕の始まりです。短冊に願い事を書いて竹に飾ります。8月はお盆があります。日本人にとって大切な行事です。お盆にはご先祖様のお墓へ行きます。これをお墓参りと言います。お墓参りではご先祖様に手を合わせてお礼を言ったり挨拶をします。都会で働いている人も仕事を休んでお墓参りをします。夏といえば花火大会もあります。
夜空に大きくて綺麗な花火がたくさん上がります。たくさんの人が花火を見に行きます。家族や友達、カップルなど浴衣を着て行く人もいます。たこ焼きやかき氷の屋台もあって楽しいです。夏は海や山へ行く人もたくさんいます。海で泳いだり、山でキャンプをしたり、自然を楽しむ季節です。秋は9月から11月です。気温が下がって少しずつ過ごしやすくなります。風も涼しくてとても気持ちがいいです。9月には敬老の日があります。おじいさんやおばあさんを大切にしてありがとうを伝える日です。家族で食事をしたり、プレゼントを渡したりします。10月には運動会をする学校が多いです。子供たちがリレーやダンスをして家族も応援します。また、ハロウィンもあります。日本でも少しずつ人気が出ています。大人も子供も仮装をして歩いて楽しみます。11月は紅葉が綺麗な季節です。山や公園の木の葉っぱが赤や黄色に変わります。日本人は紅葉を見に行きます。これをもみじ狩りと言います。秋は食べ物が美味しい季節です。日本人は食欲の秋とも言います。サンマや栗、ぶどう、梨など秋の美味しい食べ物がたくさん出てきます。最後は冬です。冬は12月から2月です。寒いですが楽しいイベントが多い季節です。12月はクリスマスがあります。とても賑やかで楽しいイベントです。大切な人にプレゼントをあげたり、美味しい食べ物やケーキを食べたりします。年末になると日本人は大掃除をします。家をきれいにして新しい年を始める準備をするためです。31日には家族で年越しそばを食べたりします。そばのように長く元気で長生きできるようにと願います。1月はお正月があります。神社やお寺へ行き、初詣をします。新しい年のお願いをする人が多いです。子供はお年玉をもらいます。とても楽しみにしています。2月には節分があります。節分とは昔のカレンダーで季節が変わる日のことです。豆をまいて鬼は外、福は内といって悪いものを追い出す豆まきがあります。節分には恵方巻きという巻き寿司を食べるところもあります。2月にはバレンタインデーもあります。昔の日本では女性が男性にチョコレートをあげることが多かったです。でも今は
男の人も女の人も大切な人にプレゼントをします。友チョコや家族チョコなどいろいろな形があります。今日は日本の1年のイベントを紹介しました。春は新しい生活と桜。夏は花火やお盆。秋は紅葉や運動会。冬はお正月や節分です。日本には四季によって楽しめるイベントがたくさんあります。皆さんもぜひ体験してみてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本に住む外国人が日本を好きになってくれるよう応援しています。また次の動画で会いましょう。グッドボタンやチャンネル登録をしてくれるとすごく嬉しいです。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。